たらずです。今日はね、アリストの内装10thアニバーサリーにしようと思ってやってたこの続きだね。ステアリング残ってたんで、残りステアリングでも傷とかデコボコみたいなのがあったんで、それちょっと修正しようかなと思って、で深めの傷はもうタッチペンしちゃいました。黒木目のステアリング買ったんだけどね、点数にしたいなと思ってこれ買っちゃった。ほら、タッチペンのところ、こう1200万ぐらいで削っていきます。あとね、このボコボコ、なんていうかな、傷でボコボコしてるんだよね。そういうとこもね、ちょっと滑らかにしたいなと思って。フットステアリング、こうつるっとぬるっとしてた方が気持ちいいもんね。で、この作業は俺が勝手にやってる作業だから、勝手にっていうかね、技術もなくて知識もなくてやってるから、みんなやる場合は自己責任でお願いしますね。でね、どんどん磨いていきます。磨くっていうか削る。タッチペンのところがどうしても盛り上がってるんで、そこをね、きれいに研いでいきます。当て木とか多分しない方がいいね。丸だからステアリングは。手でやった方がいいと思います。俺はね。で、ひたすら研いでは確認してってかなり慎重にやった方がいいと思います。結構ステアリングって厚めのクリア吹いてると思うんで、そこまで下地が出ることってあんまりないと思うんだけど、それでもね、確認しながらでね、この小さいへこみ、ハンドル触った時のボコボコしてる感じ、それも嫌だったんで、それもね研いじゃいました。フットステアリングってね、ぬるっとした方がいいもんね。こうやって確認しながらやります。あとね、今日はアリストのステアリングですけど、また例によってアリスト1個も出てきませんアリスト1個も出てこないんで、アリスト楽しみにしてた方すいませんが、今日はアリストは1個も出てきません。ステアリングだけですでね、かなり慎重にこの入念にっていうのかな、タッチペンのところはどうしても削ってもなかなか溶けてこないんで、削っては拭いて確認してった方がいいかな。最初は空研ぎの方がいいかもね。見えないから。研ぎすぎだけ注意してきれいにしてあげましょう。あとはある程度研いだらもうコンパウンドに入ります。このボコボコ、小さなボコボコもなくなったらひたすらコンパウンドですね。で、最初は中細でやりました。これしかなかったからこれでいいやと思って。ピカールとかもあったけど、ピカールじゃねえなと思って。で、暑いです。相当暑い。この作業、嫌いな地味な作業です。ひたすらにね、磨いていきましょう。中細だからそこまでね、ツヤが出ないですけど、ある程度ツヤが出るまで頑張りましょう。この辺がね、きつかった。で、まだだね、この辺はいいけど、やっぱり中細だからツヤが出るのにどうしてもね、もうちょっとかかりますよね。でね、極細に変えます。ここからまた追い込みです。また汗かきますよ、これ。磨くとね、結構ほら、だいぶツヤが戻ってきました。このぬるって感じいいですよね、純正ステアリングの。俺ね、純正好きなんですよ。純正が一番かっこいいと思って、内装とかだけどね、外装とかはね、いろいろいじっちゃうよね。こういうのはね、純正が一番だと思ってる。ぬるっとした感じ。フットステアリングってね、滑るし、夏はバカみたいに暑くなるし、見た目だけだよね、かっこいいと思うよね。
でね、磨いては空拭きして、磨いては空拭きしてってやっていきます。でね、この忘れてたけど、際のところ、で、皮のところ、際のところ、あそこマスキング巻いといた方がいいですよ。俺もね、途中で気づいたんです。あら、これ、マスキングした方がいいんじゃねってね、今気づきますから。で、内側もね、綺麗にっていうか、だいぶこの、へこみなくなってきました。ハンドル握った時大事ですもんね。で、遅ればせながらマスキングの登場です。これ最初にやっておいた方がいいよ。これ最初にやっておいた方がいい。なんか白くなるなと思ったらね、これやってなかったから、それは白くなるよね、コンパウンドでね。際んとこやっておいた方がいいです。特に削れちゃうから。でね、この小さい方のウッド部分をきれいにしてあげましょう。ここまで来るとね、もうすごく気持ちいいです。ずっと触ってたくなる感じ。わかるかな？わかる人わかると思うんだけどな。このぬるっとした感じ、吸い付く感じ、たまらないですよね。でね、もう綺麗。もう完成です。俺いつも中古パーツしか買えないから中古パーツ買うけど、どんだけね綺麗って言っててもね、やっぱね傷はありますよね、中古パーツ。だからそれをいかにどれだけお金をかけずに綺麗にしていくかっていうのが肝ですよね。かっこいい、早くつけたいんだけどな。車がまだ実はないんだよね。これね、エアバッグにも移ります。エアバッグも一緒に買ったんですけど、エンブレムが取れてんだよね。取れてるっていうか、違うエンブレムがついてて、でわざわざエンブレム買いました。これプリウス用だったっけな、そんな感じ。500円ぐらいだった、中古で。だからね、穴も合わないし、穴のなんていうの、ぼっちがね、もう全部ね切られてる。なので温度でつけちゃいます。もう固まってた。エポキシでつけようと思ったらね、固まってた。ずっと干しちゃったもんな。だからね、ビスでグリグリしてね、塊取ってあげました。これでまたしばらく使えるでしょ。まだちょぺっと残ってっから。エポキシの、これあれかな、男性法かな、男性のやつかな、柔らかくなるやつ。それを使いました。理由はそこにあったからです。でね、この切られたポッチのところ、ここにつけるように、乗っけるようにつけてあげました。つけすぎるとはみ出っちゃうから、そこだけ気をつけて。で、このポッチが合わないところもあるんで、そういうとこはね、ポッチごと削っちゃいます。で、どんどんね、つけてあげましょう。つけすぎに注意だからね。緊張の瞬間。この瞬間失敗するときあるからな、俺。ボロッと落としたりとかさ。でね、これ圧着が必要なんで圧着してあげたいんですけど、見てください。おい。なんなんぞおめえ。そんなおめえはよ。おい。ツルツルでね、つきにくいからね、イライラしてね、力見せてやりましたわ。その辺にあるもの全てを使って
エンブレム浮かないように。でね、さらにね、追い込みかけます。ちょっと浮いてるとこあったんで、これ転がってたんだよね。なんか磨いた時使ったんだろうね。こういうもんでね、こう圧着してきます。いや、これ、仕上げに、なんていうのかな、ワックス、内装用のワックスね、光を光沢出すために使ったんだけど、ツルツルでさ、いや、大変。でもね、きっと成功するよ、これ。いい感じに密着してますから。で、エポキシは1日かかるんで、1日圧着させっぱなしにしておいてください。でね、どんどん外していってあげましょう。この方法もね、いいかどうかわかんないよ。俺全部思いつきでやってるからね。見た人見たら何それと思うんだろうな。まあいいか。ね、ほら、いい具合にくっついた。やっぱりね、人間様の力ですわ。ちょぺーっとはみ出てる。見える下の方。ちょぺーっとはみ出てんだよね。あの辺はね、もう車についちゃうと絶対わかんなくなるから、もうほっとこうと思って。いい感じです。本当にいい感じ。純正が一番だよな、やっぱり。ということでね、本日の作業も終了になります。冒頭で言った通りね、アリスト1個も出てきません。そういうもんでね、まだね、エアコンの修理から帰ってきてないんです。今週来るかな。さすがに1ヶ月ぐらい経つからね、そろそろやべえなと思って。ではね、10thアニバーサリーにね、突如変更しようと思ってね。でね、余ったパーツこんだけ。やっちまったよね。かなりやっちまってる。これもつけようと思ってね、このステアリングも全部今日と同じ作業で、研いで磨いたりしてるんです。これ全部磨き済みです。それなのにね、点数にしようと思い立って余りました。やっちまったよね。こういうところやね、破産に近づくのは。オークション行きかな。ちょっと考えないとな。ってことでね、本日はアリスト1個も映りませんでしたけど、そういえばこの間のソアラ、駅周りがね、自分でやっぱりリフトないとつけれないから頼んだんだよね。そしたら駅周り歪んでるって言われた。歪んでるからつけれねえだって。やべえよね。でね、駅周り修正に出したんです。1個3万だって。1個だよ。V8 だから2個。やべえって。6万だよ。もう予想外にでかい出費。破産へ近づいてます。仕方ないね。気を取り直して。治らないよりは治った方がいいからね。と思って治ることを祈って今週は過ごします。本日もね、ご視聴ありがとうございました。いろいろ愚痴もありましたけど、また見てあげてください。よろしかったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。